こんにちは、ぴょんです。9月も下旬に差し掛かっていますが、まだまだ夏のような陽気が続いています。本日は兵庫県の城崎温泉まで参りました。山陰を代表する有名旅館、西村屋本館さんに宿泊します。何年も前からずっと憧れていたお宿で、念願かない初訪問です。チェックインは15時。口述する理由から、かなり早い到着になってしまったのですが、事前にご連絡したところ、快くお出迎えいただけました。お部屋の準備が整うまでロビーラウンジで待たせていただきます。本日の気温は35度もありまして、冷房が効いている室内で、しかも無料でお飲み物までいただけてありがたいです。西村屋本館は、江戸時代後期の安政年間創業160年以上の歴史を持っています。創業以来数々の文化人や著名人からも愛されてきました。館内にある展示室には、貴重な書画や伝統工芸品、歴史的資料などが数多く収められています。歴史の勉強の中でや、有名な文学作品の著者として、誰もが耳にしたことのある偉人の名前がそこかしこに出てきます。城崎温泉といえば、志賀直哉の短編小説、城崎にての舞台としても有名です。今から1400年以上前にあたる除名天皇の時代、西暦600年代の前半頃に傷ついたコウノトリが水たまりで傷を癒していたところを村人が見つけ、近寄ってみると温泉が湧いていたという伝説が城崎温泉の始まりとされています。また、現代でも広く使われている湯治という言葉は、鎌倉時代の明月期に藤原則元が、城崎へ湯治に出かけた、との記述が湯治という言葉の現れた、最も古い記録なのだそうです。客室は全部で29室。今回は露天風呂付き特別室、雲井のお部屋に宿泊しました。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋やお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。15畳の本間と5畳分くらいの広さがある広A。こちらは角部屋で2面が窓になっており、緑が美しく明るいお部屋です。こちらのお部屋は2022年にリニューアルされており、もともと2つの別のお部屋だったところが1部屋になっていますので、作りにゆとりがあり広々としています。窓のない面にも光取りがあり明るいです。一息ついたところで中井さんがお抹茶とお茶菓子として水羊羹を運んできてくださいました。今度は寝室をご案内いたします。寝室は6畳でキングサイズのベッドが置かれています。樹酪の壁、組子の間接照明など、寝室にふさわしい落ち着いた雰囲気です。寝室を出るとお隣にはドリンクコーナーがあります。コーヒーマシンはネスプレッソ。お茶室の水屋のようなデザインです。冷蔵庫の中身は宿泊料金に含まれています。そのお隣はクローゼットです。一番奥がお化粧室となっています。最後にバスルームを見てみましょう。ララビーという日本の化粧品メーカーのクレンジング、化粧水、乳液。男性用の化粧水、乳液、ヘアトニック。
フランスの高級ブランド、ゲランのシャンプー類。歯ブラシセット、ブラシ、コットン、綿棒が置かれています。ドライヤーはダイソンです。お風呂場も清潔でピカピカに清掃されています。シャワールームと浴槽が程よく分かれた設計です。ヒノキの浴槽にヒノキの壁、ヒノキの香りに包まれた癒されるお風呂。窓が多く開放的でありながらも山に面しているためプライバシーが守られています。2つの大浴場をご紹介いたします。まずは本館フロントの近くにある大浴場です。中国の墓地の趣向を映した繊細な単色のタイル、変形の内風呂、丸い窓が特徴の福の湯。露天風呂は岩風呂で庭の木々と美しく調和しています。泉質はナトリウムカルシウム塩化物泉、pH 6.99 の中性です。2つ目の大浴場は平田館という別棟にあります。1300年も前から人々に親しまれてきたこの地の温泉の歴史に思いを馳せながら、ゆっくりとお湯に浸かり日頃の疲れが洗い流されました。お湯から上がると肌がしっとりとしています。披露宴でうたた寝してしまい気がついたらお食事の時間になっていました。牡蠣を感じる前菜からスタートです。カマスの炙り寿司、酢鶏みょうが、栗柚子味噌麩、人参梅煮、川エビ白線揚げ、落合有馬にむかごとチーズの串、かぼちゃ馬に、つるむらさきと鮭の燻製。西村屋の名がついた日本酒を注文しました。すぐ近くの霞で水揚げされた紅ズワイガニ。地元の朝倉山椒と一緒に香味蒸しにされています。松茸と地穴子の玉地蒸し。玉地蒸しは茶碗蒸しのことです。続いては季節のお刺身の盛り合わせ。壺に入っているのはバイ貝、マグロの幼魚、横はヒラメ、甘エビ、イカのしそ巻きと海苔巻き。締めのご飯はお部屋の中で炊かれています。焼き物は日本海で揚がった地魚の丹波焼き。本日の地魚はイサキです。こちらは片海苔という海藻と焼き塩辛。お献立には記載がなくサービスの一品です。箸休めとしてアワビの大豆に、そうめん売りの琥珀寄せと焼きかぶらが添えられています。シー魚は但馬牛の朴葉味噌豆板焼き。日本三大和牛である神戸ビーフ、松阪牛、近江牛の元牛となっている品種が但馬牛です。お食事は奥但馬の棚田米と赤だし。デザートはメロン、20世紀梨、マスカット、ブドウゼリー。ごちそうさまでした。今日は朝が早くて睡眠不足でしたので、早くお風呂に入って寝ます。おはようございます。朝食はフロントの近くを2階に上がったところにある洗礼の間という大きなお部屋でいただきます。
お料理は和食と洋食の2種類ございますので、本日は和食、明日は洋食をお見せいたします。お味噌汁は鍋にかかっていてちょうど良くなってきたら、自分でお味噌を溶いて完成させます。前菜は枝豆組湯葉、ハタハタの南蛮漬けと煮こごり、陣馬草と人参の白あえ、イカそうめんの沖漬け、小松菜としめじのおひたし。オリジナルのカニ山椒をご飯のお供にいただきます。主菜は後から運ばれてきます。日本海底引きカレーの一夜干しと津井山港の練り物。だし巻き卵とキャラ吹き。煮物はナスの揚げ浸し。ドリンクは野菜ジュースと久美浜平屋ミルク。デザートは季節の果物です。ごちそうさまでした。そのままラウンジでコーヒーをテイクアウトして帰ります。お昼間は近くの丘を登りに行ったり温泉街をお散歩したり。お部屋に戻ると清掃が済んでいて、中井さんがお抹茶とお菓子を運んできてくださいました。冷蔵庫の中のビールをいただきながら、のんびりした午後を過ごします。17時30分になりました。夜ご飯のお時間です。本日は2日目ですので、献立の内容が変わっているようです。食前酒は、イチョウの葉を漬け込んだ薬膳酒。独特の風味ですが、ナッツのようで癖がなく美味しいです。秋らしい虫かごを模した器の中には前菜が入っています。前菜はタチウオの八幡巻き、銀杏串、ムカゴ新庄、からしれんこん、キス通りの松前巻き、ニガウリとしらす、エビの香煎焼き、コスモスフ。白い器の方にはイカとセリを明太子で和えたもみじあえ。お椀はサワラのけんちん巻き、炙ったからすみと松茸が入っています。お次はお作りの盛り合わせです。鯛の薄作りと石鯛、車エビ、ミル貝。薄作りはポン酢、他はお醤油でいただきます。鯛魚は蒸しアワビのグリル。和風のソースとピンクペッパーがかかっています。箸休めに利休豆腐豆乳。日本料理ではごまを使ったお料理に利休の名が付けられます。続いては磯魚と松茸の散り蒸し。本日の磯魚はカサゴです。お次は但馬牛の陶板焼き。各々自分の好みの焼き加減でいただくことができます。先ほど小さなお釜で炊かれていたのはトウモロコシご飯。ペロリと一人一釜完食しました。デザートは季節のフルーツが柿、イチジク、メロン、ブドウ。甘味はカニの形をしたもなかです。カランコロンと響く下駄の音。浴衣の似合う温泉地、城崎温泉。城崎温泉は町全体で一つの旅館という考えを持ち、それぞれの旅館が客室、駅が玄関、道が廊下、お土産物屋さんが売店、外湯が大浴場というコンセプトです。風情があり、来てよかったと思える素敵な街でした。
おやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。本日は洋食と和食を1名ずつ注文しました。まずは洋食からご紹介いたします。シェフ特製玉ねぎのスープ、丹波の生ハムと組みハマチーズに無添加の地物野菜。パンはクロワッサン、カヤツイスト、ソフトパン。5種類から選べる卵料理は西村屋スタイル和風オムレツでお願いしました。デザートはフルーツとヨーグルト。ドリンクはリンゴジュースです。続いては和食をご紹介いたします。和食の内容も1日目と2日目で変わっています。手前に前菜が5種類。ひょうたんの器の中身はイカそうめん。お味噌汁のお鍋は丸山川のしじみと車エビ。本日の卵料理は温泉卵。焼き物はのどぐろ。煮物は城崎豆腐屋のヒロース。ごちそうさまでした。チェックアウトは11時。お世話になりありがとうございました。アクセスについてご案内いたします。西村屋本館は兵庫県豊岡市に位置しています。私が今までに城崎温泉を訪れたことがなかったのは関東方面からのアクセスの難しさが理由です。今回は行き方の一例として実際にどのように行ったのかをご紹介いたします。羽田から伊丹へ、伊丹から田島へ飛行機を乗り継いで行きました。このルートのデメリットは鉄道や高速バスを利用する場合よりも金額が高いことと、お宿のチェックインに対してちょうど良い到着時刻の便がないこと。メリットは所要時間が他の交通手段なら6時間かかるところ、飛行機なら乗り継ぎの待ち時間を含めても3時間で行けることです。城崎温泉の最寄り空港であるコウノトリ田島空港は大阪伊丹空港のみとの就航で、便数は1日2便です。航路は朝9時30分に着く便か夜17時30分に着く便の2択で朝の便にしました。田島空港からお宿まではタクシーで約20分、または城崎温泉行きのバスで45分です。城崎温泉駅から西村屋本館までは歩いて7分ほどですが、無料で送迎していただくことも可能です。それでは料金の発表に参ります。15畳の本間と6畳の寝室2間ある露天風呂付き特別室、雲井のお部屋。夕朝食2食付きで一室大人2名の合計金額はおいくらでしょうか。一泊あたりの金額でお考えください。正解は156,200円でした。最後までご覧くださった方はぜひコメントをお寄せくださいね。高評価とチャンネル登録の数が増えることも大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。